タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて138週間が経ちました。今日は我が家にとってものすごく衝撃的でハッピーなニュースをお届けします。実は過去にずっと愛用していて、一時はサービス終了と思われていたフレッシュフードのブッチがなんと奇跡の復活を遂げていたんです。今年の4月から販売を再開していたみたいなんですが、公式サイトのドメインが変わっていたり、もう買えないんだろうなという思い込みもあって、5月下旬になるまで全然気づきませんでした。しかも嬉しいことに、お値段が以前のまま据え置きだったんです。ニアが本当に大好きだったフードなので、見つけた瞬間にすぐにお試し品をポチっちゃいました。2024年の末に販売停止になってから約1年半、様々な困難を乗り越えてよくぞ戻ってきてくれました。今はまだお家にあるディアラの在庫が残っているので、発送は6月中旬に指定しています。少しずつ切り替えてみて、ニアが問題なく美味しそうに食べてくれたら、またブッチをメインに戻していこうと思っています。これからのご飯タイムが今からとっても楽しみです。ニアが大好きなフード、ブッチが奇跡の復活を遂げて、思わずお試し品を即ポチしてしまったわけですが、ふと気になって輸入ルートの現状を調べてみたら、ちょっとハラハラする裏事情が見えてきたんです。ニュースでも話題の中東情勢ですが、その影響による原油高や円安が確実に影響を与えようとしていることが分かりました。ニュージーランドからの船は危険なエリアを避けて通るものの、世界的な燃料代の爆上がりからは逃れられません。しかもブッチは新鮮さが命の要冷蔵、冷やすために大量の電気と燃料を使うコンテナで運ばれるので、普通の荷物よりコストの打撃が凄まじいみたいなんです。今は奇跡的に価格据え置きで頑張ってくれていますが、今後は値上げや一時的な在庫切れのリスクもあるかもしれません。そんな厳しい状況の中で1年半ぶりに戻ってきてくれたことには本当に感謝しかありません。まずは届いたお試し品をニアが喜んでくれるかドキドキしながら見守りたいと思います。最近お買い物に行くたびにまた値上がってるってため息が出ちゃいます。ニアの主食にしているロイヤルカナンもどんどん値上がりしていて、数年前と比べたらなんと4割近くも高くなっているんです。固定費を見直したりして必死にやりくりしていますが、値上げのスピードが速すぎて本当にしんどいです。そんな中、期待されていた消費税の減税議論はなんだか停滞したままです。システムの対応に時間がかかるなんて言われていますが、要は国に入ってくるお金をどう調整するかで揉めているだけなんじゃないかなって思ってしまいます。でも議論が長引いている間にも生活資金はすり減っていくばかりです。物価が上がった分、国に入る消費税額は増えているはずなのに、支払う側の生活が苦しくなるのはやっぱりおかしいと感じています。このままだとサービスや物を買うのを諦めるしかなくなってしまいます。毎月たくさんの食料品が値上げされて、暮らしの中で我慢を強いられる場面が増えていますが、ニアと笑顔で過ごせるように今できる工夫を頑張って続けていきます。今は毎年育てているミニトマトや唐辛子の成長を
ニアと一緒に見物しながら小さな幸せを味わおうと思います。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして感想をコメントで教えてくれると助かります。